それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの片思いの行方について見ていきます。よろしくお願いします。お相手は年齢、年の差を気にしているのかどうか、そこについてもはっきりと今回イエス・ノーを出していこうと思います。まずはトランスペアレントオラクルカード、こちらをシャッフルしてテーマカードもらっていきます。テーマカード、そしてそうですね、アドバイスで1枚もらっていきましょう。はい、では見ていきます。まずこちらが今現在のお相手のテーマとして出しています。そしてこちらがあなたへのアドバイスカード、ワールドツリーのカードです。そしてこちらですね、火の精霊サラマンダーっていうカードなんですね。お相手のエネルギーが今強いなっていうのを感じます。お相手のテーマカードなので、あとはもう少し詳しく出していくんですが、今ここから感じられるのは、お相手が今変わろうとしていること、そして自分を守りたいとか自分を強く押し出していくプラス、それはなぜかというと、自分の強い意志があるからとか、強い意志っていうのも感じます。強さを感じますね。強さに加えて変化していくっていうのも感じます。そしてお相手の今の状態について、こちらのカードからも1枚出して合わせて見ていきます。そしてアドバイスカードのところにも1枚合わせてもらっていきます。はい、では合わせて見ていきましょう。で、その火の精霊のカードプラス、こちらゆっくりと時を過ごして静観して物事をじっくりと見つめて考えたいというようなカードも入ってきています。観察するっていうカードで、じっくりと考えて、そして状況をよく見ていきながら、それに伴った行動をしていきたい。行動するためにまず周りのことをよく見極めたい。解決するヒントだったり、リラックスする時間っていうのも入ってきます。今の自分の状況を整えたい。より心地いい環境にしていきたいっていうのもお相手のテーマとして入っています。そしてこの後、あなたとの恋愛の行方について見ていきます。まず年の差についてどう思っているのかっていうところも見ていきましょう。もしかしたら現状今バタバタしているなっていうお相手かもしれません。感情的になっていたりする可能性もありますね。そこから変わらなきゃいけないっていう感じもします。しっかりと周りを見る力を養わなければいけないっていう自分で思っている。冷静に物事を判断しなきゃいけないって思っているんだけど、心の中では感情的にふつふつと何かが燃え上がってくるような、そんな感覚もしてきますね。ではこちらイエス・ノーカードです。主にイエス・ノーが入っていて、時々グレーゾーンと言いますか、そうじゃない、イエスじゃない、ノーでもないカードも入っているんですが、主にイエス・ノーで構成されているカード、こちらから年の差気にしていますかっていうところで見ていきましょう。年下のお相手、年上のあなたとの恋愛を、もし関係性を構築していくにあたって年の差は気にしていますか？これはっきりと出ますね。はい、そうですね。質問を変えてくださいと出ました。そのことについて答えたくないというふうに見たらいいかなと思います。年の差を考えていますか？恋愛関係になるにあたってそこの、年齢について、年齢差については答えたくないと出てきました。そしてこの人の中でそうですね、もうちょっとね、内面のところをタロットカードで見ていきましょう。ではモダンウィッチタロットさん、こちらを使って
それではカードが出ましたので見ていきます。まずその年下のお相手、年齢差のことについては尋ねないでほしい、深く聞かないでほしい、そういう質問はしてほしくないっていうことなので、年齢差については特に気にしていないというか、年齢が離れているから恋愛できないとか、そういうことはないと思います。そこじゃないところに深く尋ねてほしいっていうふうに出てきています。他に気にしていることありますかっていうと、まずここですね。一番目につくのではないかなと思います。平気なふり、衝撃的なことが走った。ですがこのお相手は平然と振る舞っている。心の中っていうのはかなりショッキングな出来事があったとか、これはあなたとの間で何がありましたか、他に気になることありますかっていうふうに尋ねているので、あなたとの関係において、2人のことにおいてショックなことがあったっていうのは出てきています。じゃあどうするのかっていうふうに見ていくんですね。これ一体何があったのかなっていうふうに思うんですが、一つは同じ職場だ、お仕事関連の方だ、または生活に深くつながりがある、っていう生活圏内の中で交流を持っているっていう年齢差の方々っていうのを感じます。だから自分の生活も保ちつつ、あなたとの交際といいますか、人付き合いですね、人として交流を深めていく中においてっていうふうに考えているお相手っていうのがまず出てきますね。そこに恋愛感情があるのかないのか、乗ってるのか乗ってないのかっていうのはこれから見えてくるだろうっていうことですね。年齢差ではなくて、あなたのことを恋愛対象として見て関係性を育んでいくかどうかっていうのをこの方は考えています。なので年齢が離れてるから諦めなきゃいけないのかなとか、その年齢っていうところについては考えないでください。そうじゃないところにもっと大きな理由が眠っています。深く考えているっていうのがこの方の中で出てくるんですね。カップのエースも出てきているので、心から湧き上がってくる思いとか、新しく芽生えてきた感情っていうのが出てきています。湧き上がってくる幸せな気持ちとか、あなたからもらう愛情を受け取るとか、そういうことが伝わってくるので、この人の中でもちゃんと受け取ってるよって、あなたからのお気持ち、親切にしてもらってるなとか、優しく声かけてきてくれてるなとか、そう良い意味でね、好印象を抱いています。じゃあ積極的にこの人があなたのこと好きって言ってアタックしていくのかって言ったら、まだそこまではっていうのが出てきているんですね。正直なところです。今の現在の課題点のところにカップの5番が入っています。喪失感を表すカードなんですね。本当は全てなくしてはいないんだけど、気持ちが追いつかないと言いますか、なくしてしまったような悲しみでいっぱいになってしまう。そして今の現状を把握しきれない、現実に目を向けられなくて悲しさでいっぱいになっているっていう、そんな気持ちを表しているカードです。これはお互いにとって言えるかもしれない、失ってしまったものとか、衝撃的に起こってしまったもの、そうですね、いきなり訪れたものに対して平気なふりをしているけど、お相手が特にしてるけど、お互い悲しい思いとかを抱いているのではないですかっていうのが出てきているんですね。でそれに対しての対応策っていうところで、つなり人のカードが入っています。つまりはそれぞれが、ここはこらえ時と言いますか、じっと耐えてチャンスを伺っていきましょう。やがてその巡り巡ってチャンスが訪れるとか、しばらくは待ちの姿勢っていうのが出てきているんですね。だからすぐには動かないかもしれないなっていう流れにはなっています。そしてネガティブに考えれば考えるほど状況は一層停滞するでしょうっていうのが言われていますね。ここのじゃあ何があったのかっていう、このかなり大きな出来事なんですよね。ここをきちんと把握して対応していって、そしてここですね、変化を促していかなければっていうところで、前向きな変化を促していかなければ、この恋愛は良い方にはなかなか進みづらいんじゃないか。しかしお相手からの好印象っていうのはもらっている状態なので、ここは前向きに捉えていきたいなっていうところはあります。
思っている以上に動かなくてもどかしいとか、もうダメなんじゃないかなとか、諦めようかなっていう思いが強くなりそうなんですね。そういう時にいかに自分が踏ん張ってやっていけるのかっていうのが大きな鍵になってくると思います。はい、失礼しました。カードが少し見えなくなっていましたね。申し訳ありません。はい、耐えるっていう忍耐ですね。しばらくここでじっとして待つとか、積極的に物事を動かそうとするのではなくて、静観して物事を見つめていった上で変化を促していく必要がある。考え方をクリアにするとか、見方を変えるっていう必要が出てくるかもしれません。そしてこれは長期戦になるというふうに捉えてください。この恋愛はなかなか簡単には流れていかないような、恋愛になるかもしれない。近未来ですね。しかしネガティブに考えているだけでは物事が運んでいきませんっていうのは出てきています。このお相手の中でもやはりショックなことっていうのがあるんですよね。ただショックなことだけではなくて、そこから芽生えてくる感情とか温かいお気持ちっていうのも受け取ってるし、自分の方から心からもね、じんわりと温まる何かこの気持ちなんだろうっていうところが今出てきているので、これを恋と認識するのか、それとも違う意味で認識していくのかっていうのは、このお相手これからどうなるのかなっていうところなんですけど、この人誠実にあなたと向き合いたいっていう気持ち、姿勢っていうのを持っていくので、例えばあなたのことを利用してとか、ね、体だけのお付き合いをしてとかではなくて、きちんと誠実に受け止めて、これからどう返していこうかなっていうふうに、何かしらの形として行動を示してくれると思うんですよね。態度とか言動とか言葉とかで誠実に対応してくれると思うので、嘘つかないとか、たとえその結果というか、この人の言葉があなたの中では期待していた通りのものではないかもしれないけど、この人の中では一生懸命考えて誠実に向き合った結果っていうのを出していくと思うんです。そしてナイトのカードなので、前向きに物事は運んでいくんじゃないかなと思うんですね。例えばいきなり恋愛関係になるというよりは、ゆっくりとゆっくりとお友達関係から始めていって、少しずつ会話が増えていって、少しずつプライベートの話が増えていってっていう感じで、ゆっくりとした流れかもしれない。でもこのお相手から湧き上がってくる温かいお気持ちとか、あなたから伝わってくる優しさとか、こういうものをこのお相手大切にしてくれてるっていうことだけは忘れないでくださいって思っているようには、早く物事が進まないかもしれないっていうのは出てきているんですけど、この気持ちね、ここも注目したいかなと思います。今までこのお相手苦しかったとか、もうしばらく恋愛はいいかなっていうふうに思っていた可能性もあるんですね。しばらく恋愛関係になっている人がいなかったとかね。はい、なのでそうですね、自分はしばらく一人でいいかなっていうふうに思っていたんだって。だけど最近心温まるような出来事があった。しかもあなたとのつながりにおいて。なので少し見方が変わった。恋愛してもいいんじゃないかなって思えるようになったとか、そうですね、新しい感覚っていうのが伝わってくるので、恋愛に対してこういう風に進めてきたんだって自分はってお相手が言ってて、こういう恋愛しかできなかったんだ、恋愛とはこういうものだっていう風に思っていたんだけど、違う見方で恋愛、新しい恋愛の価値観というか、そういうものが生まれてきたんだっていうのが伝わってきます。その新しい価値観を与えてくれたのがあなたなんだよっていうことは言ってきてくれています。なのですごく嬉しいこともあるし、逆にショックなこともあったんだ、どっちもあるんだってことは伝わってきます。だからこそ冷静に今物事を見極めたいと言いますか、状況とかもそうですよね。観察するっていうカードが入ってるので、なんで自分がこの何かこうドキドキするような、または優しい気持ちを受け取った時の自分のこの何とも言い難い感覚、言葉にしがたいこのふわっと柔らかい感覚といいますか、温かいこの感情っていうのは何なんだろうってことを深く知ろうとしてるのかもしれないし、あなたとの関係性においてしっかりと考えてる、受け止めて考えて、ここは
流してはいけないなとかっていうのもありますし、ゆっくりと仲を育ませたいなっていうこともそうです。環境を整えたいっていうことも言われてるかもしれないですね。自分だけの世界から今度はあなたと二人の世界っていう風に少し世界が広がっていくような、そんな構築をしていきたい、世界を作り上げていきたい、土台を広げていきたいっていうようなことがお相手の感覚として入ってるのかもしれないですよね。見極めているというよりは、今の状況どうなのかな、あなたからあの時かけてもらったあの言葉はどういう意味があったのかなっていうことをゆっくりと考えているのかもしれないですね。ただし火の精霊も入ってきているので、2パターンやはり心の中に感情があって、こっちの方も気になりますよね。ショックなことがあったんだけど、それをないことかのように振る舞っているっていうのがあります。それがピンとくる方もいるかもしれません。あ、もしかしてあの時のことかなって思ってる方もいるかもしれないですね。だとしたらそれが答えとして受け止めてください。あの時のこと気にしてる、気にしてないように振る舞ってるけど気にしてるし、結構落ち込んでるよっていうことはこのお相手伝わってきます。半分半分の気持ちっていうのがある。嬉しい気持ち、新しく芽生えてくる感情とか優しさとか、そういう気持ちも持ちながらも、一方でショックだったんだってことも伝わってくるので、じゃあそれって何っていうところに目を向けていきたいなと思っています。なので実は表面上何でもないよって振る舞っているんですが、心の中では結構ざわざわしていたりとか、もしかしたらイライラしているっていうお相手もいるかもしれないんですよね。イライラしてるから今は誰とも話したくないとか、自分の中で自分自身を落ち着かせたいから一人の時間を取りたいとか、そういうことを考えている方もいるかもしれないので、何があったんですかっていうことも見ていきます。そして足並みを揃えていくことっていうのは大切だよっていうふうにカードから伝わってきますね。そうですね、ここはバランス感覚難しいんですが、お相手に合わせすぎていても、ここはそうですね、ネガティブな方向になってしまってもダメですし、かといって積極的にアタックしていけば、じゃあ距離縮まっていくんですかとか、物事が早く良い方向に流れていくんですかって言ったらそうではないと。落ち着いてゆっくりと、ただし引っ込み思案でいるだけではこの人遠ざかっていく可能性もあるので、まずはここのショックな出来事をまず見ていきましょう。ショックな出来事、タロットから深掘りしていきます。はい、見ていきます。ワンドのエース、ソードのエースと出てきました。まず一つ考えられるのが、積極的なアプローチがあなたの方からアクションとかアプローチがあったのではないかっていうことです。で、それについてその半分受け止めて嬉しいなとか温かいなっていうふうに思ったんですが、もう半分は焦らされているような、自分が早くしてって言われているような、あと対応しきれないぐらいのスピード感でやってきたとかっていうことが考えられますね。また時間がないのに返信まだですかっていうふうに言われたかもしれないっていうような感じがするんですよ。何かせかされているような感じがして、情熱を受け止めきれなかったとかですね。あとは結構大量にメールが届いたとか LINE が届いたとかっていうこともあるかも。間隔が短いとか、2人のね時間の間隔が少し違っているのかなっていう感じがします。例えばこのお相手は今のあなたとの関係性、社会的な関係性があると思うんですね。生活圏内にいるっていう感じがするので、今の関係性だったら例えば週に1回ぐらいの連絡頻度で、この距離感だったら週1回ぐらいかなって思っているところを、あなたは毎日連絡したいって思っていたのかもしれない。早く返信来ないかな、どうしたんだろう、あの人は何を考えているんだろう、連絡来なくて2日3日経つんだけど、一体私のこと嫌いになってしまったのかしらっていうふうに、ちょっとね時間の感覚の
捉え方っていうところで今ちょっとズレを感じるような気がします。で、お相手の方でなんかせかされてるような感じがして、そしてプラス今自分でよくしっかりと見たいから時間かけたいっていうのがあるんですよ。で、あなたは早く物事を進めていきたい、できるんだったらもうすぐ恋愛関係になっていきたいとか、もっと仲良くなりたい、相手の方から来てくれたら嬉しいなとか、自分からばっかりじゃなくて相手の方からもたまには優しい言葉とかかけてほしいし、嬉しいような出来事があればいいなっていうような期待がいっぱい膨らんでるような、そんな気もするんですよね。ただそれに今すぐ答えられるだけ、同じ気持ちの分だけ答えられるだけのスピード感を持っていないっていうのはこの方の中で出てきてる。で、なんで答えられないのかっていうのは、それは年齢ではないんだっていうことですね。それはその環境とか状況とか今の関係性っていうところをしっかりと見ていきたい、整えていきたいっていうお相手のお気持ちっていうのが出てくるので、表面上見せているこのお相手の顔と実は内面で考えていること少し差があるかもしれないです。なので表面上では優しく振る舞ってくれるとか、または逆に何考えてるかわからないなっていうふうに思ってるかもしれないんですが、心の中ではこの人ちゃんと考えていますよっていうのを表していますね。はい。あまり焦らせないでほしいなとか、返事を少し待ってほしいとか、ゆっくりと進めていきたいっていう希望があるので、できればそれに合わせてくれると関係性を構築しやすいなっていうのはあります。ただしそれはあなたにとっては結構長いこと待たされてる感っていうのが出てくるんじゃないかなと思うんですね。あれ、なんか期待した通りに進んでいかないぞっていうことで、なんかズレを感じてしまうとか、がっかりしちゃう。で、逆に自分のことを責めすぎてしまったりとか、ネガティブモードに入りやすくなってしまうんですね。だけどこの人と顔を合わせる時結構ありますよね。なのでこの人返事くれないとか、プライベートの中になかなか発展していかないけど、いやでも仕事で顔を合わせるしなとかね、その社会的にもお付き合いしていかなきゃいけないけど、本当のところプライベートの中になりたいと思ってくれてるのかどうか、どうなんだろうかっていう風な不安を結構抱えたままここ1ヶ月ぐらいは過ごすような流れになるかもしれないっていうのがあります。そんな時に自分のネガティブな感情をコントロールするというか、ネガティブになりすぎないように気をつけてねっていう風にカードからのメッセージで入ってきています。あとはこの方が出張とか移動とか少し離れるとか、今の距離感から離れていくような感じになるかもしれないです。それは仕事上の移動とか、出張で1週間ぐらい遠くに行ってきますかもしれませんし、なんかね、距離感、物理的な距離感だと思うんですけど、離れてしまったっていう風に感じるかもしれないけど、またすぐ戻ってくるので、この距離の離れた感じっていうのはそこまで気にしないでくださいと。離れれば離れるほど追いかけたくなっちゃうんです。あなたが心配しちゃって余計声かけたくなっちゃうし、いつも以上にどうしたんだろうっていう風に気になっちゃうし、 LINE とかメールも送りたくなっちゃうし、自分が気になるからどうしたんですかって言ったらパッて大丈夫だよ、何でもないよっていうことだけでもいいから返事欲しいなって思っていたりとかするんですけど、なかなかこの人の中ですぐ返事を返そうとかっていう風な気持ちが起きないのか、これは人としてのこの感覚の違いなのかもしれない。ポン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 レスポンス返せるような人もいたら、まずちょっと時間を置いて寝かせてから考えて返事を送ろうっていう風に考えている方とかもいますから、それぞれ連絡の仕方っていうのは変わってくるので、このお相手に対応していくっていうのが今一番ベストな方法かなと思います。始めていきたいっていう気持ちがすごく出てきていますね。そこに対してすぐには恋愛関係になれないんだよっていうことはお相手の方で伝えてきてくれてるので、正直がっかりだなって思うかもしれないけど、時間かけていけば可能性としては十分あるので、あとはそうですね、やっぱり実生活の関係性とか時間とかそういうところに、気をつけていただけるとより一層良くなっていくのではないかなと思いました。そしてこちらが最初に出しているカードです。好転アドバイス、好転メッセージとしてもらっていきましょう。このお相手がね、気にかけていることっていうのは、
ショックなことがあったと、それはあなたの中でピンとくることがあればそれが当てはまります。で、そうでなければ全くわからないっていう場合であれば、この人が平気なふりをしているだけであって心の中結構ざわざわしていますよっていうのが出てきているんですね。そして変化していかなければいけないんだけど、ゆっくりと変化していきたい、慣らしたい、じっくりと見たいっていうのがあるから時間かけたいっていうことですね。そこについてあなたはどう考えますかっていうところです。あとは今の生活をなじませたいっていうのもあるので、例えば転勤したばかりとか環境が変わったばかりとか、そういうお相手もいるかもしれない。だからまずは今の生活を安定させたいってことに注力を注ぎたいっていうお相手もいるかもしれないので、今のそのお相手の状況をよく見て、そして関係性を育んでいってくださいと。仲が進展していく可能性は十分にあります。時間かけていけばもっと今の関係性以上に仲良くなっていける可能性はあるので、というふうに出てきていました。そしてアドバイスカード、クリエイトのカードが出てきています。表現していきましょうっていうこと、それはあなたなりの表現でいいんですよっていうことですね。色をつけていくとか、意思表示をもう少しはっきりしていく、またはコントロールしていくっていうことですね。自分であなたがどう今動いているのか、どんな言動をしているのかっていうことです。あなたが言動していることの半分と思ってください。半分はお相手にすごく良い印象としてお相手受け取ってくれています。だけど残りの半分は結構あなたが急いでるのかなっていう感じがするので、そこを少し抑えて違うやり方、違うアタックの仕方でやってみるとか、色を変えてみる、あなたのアプローチ方法の色を変えるとか、表現方法を変える、工夫してみるっていうのがいいと思うんですよね。時間をかけるんだったら、じゃあどういう風にしていこうかなっていう風に考えてもいいと思います。ただしネガティブな感情っていうのは明るい感情に書き換えていってください。ここをかなり落ち込んだりとかする気持ち、この気持ち、ネガティブモードになっていくのが、この2人の恋愛を進めていくにあたっての障害として入ってきているんですね。なるべくその気持ち、失望感とかがっかりする気持ちっていうところをどううまく自分でバランス整えていくのか、それはこのクリエイトがヒントになっているかもしれません。クリエイト、つまりは映画を見たり本を読んだりとか、そういうこと、趣味の幅を広げていくことによって自分の心がより豊かになっていく。そうすると物事の見方が変わっていったりとか、落ち着いて考えられるようになる。一人の時もそわそわしないとかね、そういう余裕が生まれてくるかもしれないので、このお相手とのアプローチ方法において変化をつけるだけではなくて、自分自身にも自分の心をクリエイト、彩りをつけてくださいっていう、そんなアドバイスカードです。そしてゲートウェイも入ってきていますよね。もう一度刷新するとか、リニューアルですね。心機一転とか、自分の軸を変えずに少し色を足していく。この木に花を咲かせるのか、実をつけるのか、あなたはどうしたいっていうことで、もう少しここに形をつけてあげてください、色をつけてあげてくださいっていう、そういうメッセージも入ってきています。栄養をつけましょうとか、知識、本、恋愛小説とかドラマとか、あなたの好きなものでも構いません。アーティスト、歌とか推し活とかをすることによって、また自分自身の中に心に彩りが生まれてくるので、このがっかりする気持ちを盛り上げてくれるものっていうのを生み出してくださいっていう、そういうカードでもあります。アドバイスカードをいただいたところで、こちらお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらのカードは、愛を込めてあなた自身の体を抱きしめてあげてくださいっていうカード。自分自身を愛してあげてねって。これね、その時間がかかるので、自分じゃダメなんじゃないかなとか、こんなにアタックしてるのになんかこうはっきりした返事がもらえなくてとかっていううちにね、だんだんとこうネガティブになって自分に自信が持てなくなってしまう。自分じゃなくてもいいんじゃないかなって思ってしまうような時が出てくるかもしれない。出てきやすい傾向になるので、ね、
自分自身を温めてあげてください。愛してあげてって、あなたが愛して、そして自分の心に彩りをつけることによって、よりお相手に新しい気持ち、新鮮な気持ちといいますか、新しく芽生えてくる気持ちなんです。感情なんですよ。それがお相手により流れやすくなっていきます。時間はかけましょうっていうのが出てきているので、ここはもう時間かけていくんだっていう気持ちで、1ヶ月以内にはこの恋愛は大きな動きというか、お相手の方からお誘いが来るとか、そういうことは可能性としては1ヶ月以内は少し難しいかもしれない。だから1ヶ月以上かけて、ここは2人の仲を進展させていきましょう。苦しくなったら自分の気持ちぎゅっと抱きしめて、大丈夫っていう風に言ってあげてください。自分をいたわってあげてくださいねっていうメッセージが入っています。お相手の方も今変化を迎えている時なので、この変化に対応して生活が落ち着いていけば、周りもねゆっくり見ていますよっていうのが出てきているので、心が落ち着いたり環境が落ち着いたりすれば、あなたと向き合っていきたいっていうことは出てきているので、時間をかけて仲を育んでいきたいっていうことは伝えてきてくれています。はい、なので落ち着いてこの恋愛進めていかれてください。今回は年下さんとの恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋の行方について見ていきます。お相手は年齢のことを気にしているのかどうか、今回ははっきりとイエスのカードを使って見ていきます。まずはトランスペアレント、こちらのオラクルカードよりカード2枚出して見ていきます。1枚目はお相手の現在のコンディションというところで1枚、もう一つは最後にお伝えする肯定メッセージということで、計2枚もらっていきます。はい、ではこちらのカードから、これは最後のアドバイスカードとしてもらっていきます。そしてこちらですね、シンクロのカード、そしてこちらが、雪のカードが入っています。ここを少し深掘りしたいかなっていう感じがしました。そしてこれそうですね、この恋愛が2つに分かれていく可能性があります。1つは冬または雪解けまでの間に、そうですね、2つに分かれるというか、どちらの道をたどったとしても、この冬か春までには、雪解けの前にはこの恋に大きな進展だったり一つの結果っていうのが出てくるだろうっていうのは言われています。あとはお相手次第、そしてあなたもっていうのが入ってきていますね。恋愛において全く何も変わらないっていうわけではなくて、この冬または春までの間、2月中ですね、2月前半ぐらいまでの間が大きな勝負時っていう風に見た方がいいかなと思います。あとはお相手の今このコンディションも合わせてみたいので、もう少し詳しく見ていきます。でまずは年齢差において、恋愛関係になるんだったら年齢気にしていますかっていうのをこのイエスノーカードで出していきます。イエスノーのカードがしか入っていません。しか入っていなくて、数枚だけ、グレーゾーンと言いますか、イエスでもノーでもないカードが入っていたりするので、失礼しました。するのでこちらをシャッフルして年齢差について尋ねていきます。恋愛関係になるんだったら年齢気にしますか？今の年齢差気にしますか？はい、見ていきましょう。絶対違うっていう風に出てきました。年齢は絶対全く気にしていませんということなので、
年齢差があるからっていうことの理由について諦めよう諦めないとかそういうことは考えないでください。全く気にしなくていいと。じゃあ他に気になることあるんですかっていう年齢差以外で気にしていることも見ていきましょう。そしてこの恋の行方っていうことで今回1ヶ月以内で出そうと思っていたんですね。1ヶ月以内の行方で出そうと思っていたんですが、この2番さんの場合は冬または2月前半ぐらいまでの間には変化が出そうなので、それぐらいの時期までで撮ってみていきましょう。1ヶ月以上先まで見ていきます。はい、では見ていきます。まずこちらに出しているシャドウキャットのカードが年齢以外であの人が気にかけていることです。で、それのカードが私と遊んでっていうカードです。この冬デートするといいでしょう。冬ですね。そうですね。冬です。決め手は冬っていう風に出てきました。できれば、1月中にことを動かしていきたい。でそれはお相手の方からではなくてあなたの方から動いていくべきっていうのが出てきていました。べきで出てきているんですよね。行動しましょうと、もうすでに行動に起こしていますよっていう方もいるかもしれないんですが、どうかな、あなたの方で動けていますかっていう風にカードが出てきているんですね。どうですかね。まだ浅い関係とかプライベートでお食事したことないとかデートになかなか誘えなくてとか、あなたが好きだっていう思いをまだ表に出していないようなそんな関係性なんじゃないかなとも思うんですよね。素直にお誘いし合えないというか、まだ連絡先知らないとかそういう方もいるかもしれないなっていうのが入ってきます。周りのこと気にしていますよねっていうのが出てきていて、それは同じ会社の中にいるからとかかもしれないし、こういうことがあってできるだけ周りには知られたくないんですっていう方もいるかもしれない。周り気にしています。その気にしたままで進めていきましょうっていうのは出てきています。水面下で進めていきましょう。あまり周りの人にこのお相手のこと好きなんだよねとか言わない方がいいかもしれないですね。あなたが一人で進めていく必要があると言いますか、勇気を出す必要が出てくるのかなと思います。協力してくれる人いないわけじゃないんですけど、例えば周りの人に話して協力を仰ぐっていう風なやり方もできなくはないんですが、ここはあまり知られたくないのかなっていうあなたのお気持ちというか、お相手もそうなのかもしれないけど、例えば仕事上では普通の顔というか、仕事上では仕事の付き合いとしてやっていって、そしてプライベートになったらイチャイチャしたりとか、仲良くなったりとか、みんなは知らないんだけど、同じ会社の人は知らないんだけど、私たち密に連絡取り合っていますとか、お友達関係育んでいますとか、そういう感じになっていくのかなと思いますね。だけどこの冬が大きな転機となっていくと思います。なのでぜひそれをつかみ取ってこの流れに乗っていきたい、行ってほしいなっていう風にカードからの応援メッセージが届いています。今あなたの方から動くべきだっていう風に伝わってくるんですよね。そしてそれをお相手も受け取ってもらいやすいような時期でもあるこの冬です。冬遅くても2月の前半までには決めたいですね。そしてお相手もあなたのことを気になっているっていう可能性が強いんですね。仲良くなりたいなとか、今以上の関係性を育んでいきたいで、またはこれから近未来ですね、あなたに好きっていう感情が芽生えてくる可能性があるので、今まさか私のことを気にかけてくれてるなんてっていうふうに思ってるかもしれないけど、このアプローチの仕方次第ではこの冬に恋愛関係に発展していく可能性も十分にあるし、お相手はあなたのことを恋愛対象として見てくれ
る可能性ももちろんあるし、もう現在も見てるっていうお相手もいると思う。で、まさか私が恋愛対象として見てもらえてるなんてありえないと思ってる方は、これから近未来変わっていきます。お相手の恋愛対象としてあなたが入っていく可能性がありますね。それはぐっと距離が縮まるからっていうこともあるかもしれない。仲良くなってあなたとよく話してみたら、自分の好みの考え方を持った人だったってことがお相手の方で感じるのかもしれないし、もう今現在もあなたが自分にとっていいなっていうふうに思っているっていうふうに見えている可能性もあるんですね。だけど表だってこのお付き合いというか、恋愛イチャイチャ、人前でイチャイチャしたくないっていうようなお気持ちもあるのかな。したくないというか、できないような環境にいるとかね、っていうようなのが少し出てくるので、ただそれはそれでお互いがいいというふうに、人前でイチャイチャしなくてもね、仕事場は仕事場でとか、プライベートはプライベートでっていうふうに分けるんだったら、それはそれでいいんじゃないっていうふうに出てきているので、そこに対して不満があるとかそういうことはないのでね。はい、周りのことが気になるかもしれないけど、自分たちの世界を作り上げていけばいいのではないかっていうふうにお相手からのメッセージで入ってきています。そしてそうですね、このお相手ですね、積み上げていけば、仲を育んでいけば全然進展していく可能性があって、他に気にしていること何ですかって言ったら、遊んでほしい、構ってほしい、もっと自分のこと見てほしい、注目してほしい、自分だけを見てほしいとか、そういうことが出てきているんですね。なのでやはり冬です。この冬勝負で誘うんだったら、なるべく早い方がいいんじゃないかなと思います。今のうちにお声掛けするとか、例えば年末に予定入れるとか、年末どうですかとか、みんなで集まりましょうでもいいと思うんですよね。こういう企画パーティーとか開くのでとかって前もってお誘いするのもいいですし、冬に予定を組んでくださいと。早ければ11月、来月とかがいいと思いますし、遅くても年末年始とか、このアタック期間ですね、クリスマス、年末年始とかイベントごとに合わせてこの人をお誘いしていくのもいいと思います。はい、ということで、この恋順調に流れていく可能性がありますね。そして課題障害として捉えたいところ、押さえておきたいポイントにペンタクル9のカードが入ってきています。まず、自分が愛されるべき存在なんだっていうことについて自信を持ってくださいっていうこと。周りのことを気にするかもしれない。なんか他にもいるんじゃないかなとか、私よりもお似合いの人がいるんじゃないかとか、気になる人がいるんじゃないかとか、周りっていうところを意識されているかもしれない。ライバルがいるとか、あの人には負けたくないとかね、あとは目指している、こんな人になりたいなって目指しているような目標を掲げている方もいるかもしれないけど、あなたはあなたの魅力があるから、自分の魅力に自信持ってこのまま進んでみてください。そして今まで自信がなくて勇気持って話しかけられなかった、デートにお誘いできなくてずっと受け身だったっていう方は、今切り替えて自分から声をかけてみましょうっていう風に出てるんですね。戦っていく、諦めずに粘り強く取り組んでいくっていう、自分で行動を起こしましょうっていうことです。でプラス自分のことも守っていきながら攻めていくっていう姿勢をとっていきましょう。自分には価値がないんじゃないかっていうふうに思ってしまうことが、この恋が進まなくなってしまう原因であり、そして自分から大胆な行動を起こせない、勇気を持てないっていうことも、これもまた進展しない障害の一つでもある、要因の一つでもあるし、自分が動いていくことに対して実際に取り組みしているんですかっていうふうに、今一度自分に問いかけてみてください。何度かチャンスがあったかもしれないけど、あなたは見過ごしてきたのかもしれないよっていうふうに言われています。自分が積極的にアタックすることに対してどう思っていますかっていうことですね。受け身の体勢をとっていたのではないか、向こうから動いてきてくれたら嬉しいなっていうふうに思っているんじゃないかなと思うんですね。でもお相手の方は誘ってほしい、気
気になることあるかって言ったら、自分がねあなたに構ってもらってないんじゃないかとか、甘えたいとか、もっと一緒にいたいっていう気持ちがあるので、じゃあこの人から誘う気あるんですかって言ったら、構ってほしいんだけど構ってほしいっていう気持ちを持ちながら、自分からは待ちの姿勢をとってるんですっていうのが出てきているので、そしてこの好転アドバイスのところに目覚めのカード、さあ立ち上がって、今あなたは変化を自分から生み出していくんだっていう、このアウェイキンのカードにおじかのカードです。これも行動的に動いていきましょうとか、リーダーシップとかを表しているので、あなたがエスコートしていきましょうとか、先陣切ってこの恋を進めていきましょうっていう風に動きのあるカードが入ってきてるんですね。なので今の状況に諦めたりとか、自信ないとかって言ってると、どんどん冬が過ぎていってしまうので、この冬絶対決めようっていう風に目標を掲げて進めてみてくださいって、絶対成果を、何か一つのね成果、進展とか、連絡先交換できるとか、お話が進むとか、デートに誘ったら OK もらえるとか、進展何かしら兆しが出てくるので、あなたが頑張れば頑張った分だけ豊かな実りというのを手にすることができる。だから今すぐにでもできることを始めてみてっていうふうに言われています。はい、とてもいい流れですよね。お相手からの、好感触というか、お誘いしたらいいよって言ってくれるような、そんな嬉しい出来事もあると思います。ぜひあなたの方から動いてみてください。じゃあいつ動けばいいのっていう風に見ていきましょう。いつというと、これ新月のカードなので、毎月、2番さんの場合は冬が明ける前までとしてこの流れ見ていくので、そうですね、毎月の新月のあたりぐらいにお誘いの連絡を送ってみるっていうのがいいでしょう。でそこから1週間か10日ぐらいずれてお話がまとまる、返事が来るっていう可能性はある。すぐに帰ってこないかもしれないけど、その時点で諦めたりはしないでください。まず半月ぐらい、半月もしないと思うんですけど、10日ぐらい様子見て、または10日ぐらい先の予定を決める、新月の時に決めるとか、新月がキーポイントとして入ってきますね。新月にお誘いしてだいたい10日後ぐらいに決まるとか、クリスマスの日にお誘いしたいと思うんだったら12月の新月、またはその前の11月の新月のあたり。でも12月の新月がちょうどいいんじゃないかなと思います。そしたら10日ちょっとぐらいでクリスマスがやってくるようなですよね。なので、12月の新月に合わせて動いてみるとか、クリスマスじゃなくてね、11月にお誕生日があるんですっていう方だとしたら、11月の新月に動いてみて10日後ぐらいに予定を組み込んでみるとか、そういうのがおすすめだっていうふうに具体的に出てきています。では、あなたの方からこれね、目覚め、気づきとか、新しいインスピレーションが湧いてきて動いてみようっていう風に思ったりとか、前向きに行動してみようっていう力がみなぎってくるっていうカードなので、あなたの方から動いてみようかなっていう風に思うんだと思います。はい、今回強く入ってくるのがこの冬が明けるまでにっていうのが入ってきました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。自信持ちましょうっていうシンプルなカードです。あなたはできますって、バランスも取れているし、あなたの手から生み出されているこの虹っていうのはとても豊かなものなんだよって、奇跡を起こす力をあなたは持ってるんだっていうふうに言われてるんですよね。そして何でもあなたはこの綱渡りのようにバランス感覚持ってうまくやっていけるからって、ネガティブなこともポジティブなことも両方持ち合わせていきながら、どちらも裏も表もどちらも良いバランスを保っていきながら、お相手と近づいていける、自分から歩み寄っていけるので、この自分の力を信じてこの冬勝負かけてみてくださいって出てきていました。はい、そしてこのお相手、あなたから受け取っているものっていうのがたくさんあるし、いろんなその会話も楽しんでいるっていうね、もうすでに連絡先取り合ってるんだったら連絡取り合って楽しく会話しているっていう方もいるでしょうし、これから会話しようっていうふうに思っている方、今その事務的な会話だけどプライベートな会話していきたいっていう方は、今がねチャンスだっていうふうに出てきているしね。お相手の方であなたから受け取っているものたくさんあるよっていう風に出てきているんですね。た
ただこの人受け身の方っていうのが入ってくるんですよね。自分から動いていくっていうよりだったら、その時の状況に合わせて動いたりはするんだけど、積極的にガンガンアタックしていくタイプかって言ったらそうではない、慎重な方っていう感じもしますし、純粋な方っていうのも入ってくるので、遊んでほしいって気持ちを持ちながらちょっとこうニュアンス的に醸し出してはみるんだけど、はっきりと自分から動いたり誘ったりとかするタイプではなさそうなので、あなたがガラッと変わって動いていけばこの恋進んでいくような、そんなカードの並びになっていました。今回は年下さんとの恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋の行方について見ていきます。お相手は年齢差を気にしているかどうか、ここについてはっきりと今回イエスノーを出していくリーディングを行っていきます。よろしくお願いします。まずはトランスペアレントオラクルカードよりカード2枚出していきます。お相手のコンディション、そしてあなたへの好転メッセージ、それぞれ1枚ずつもらっていきます。はい、それでは見ていきます。まずこちらがお相手のコンディションというところでリメンバーのカードと、あとこちらが大釜のカードですね。そしてこちらがあなたへの好転アドバイスのカードです。後からメッセージをもらっていきましょう。そうですね、不思議なご縁を感じているお二人っていうのもありますし、今、ご縁が近づいていくというか、仲が進展していくのではないかなと思いますね、この4枚を見ていて。ただ気になるのが、今違うところを向いている可能性はあるっていうのはあります。お互い気にかけているところが、少しずれている可能性があるかなというのは出てきているんですが、基本的に今相性が良くて、もともとそのご縁が深いつながりとか相性がいい同士なんだと思うんですね。なので今たとえ少しズレがあったとしても、それを調整するっていうの、お互いの気持ちっていうのが見えているので、ズレてることあったら調整図っていきたいよねとかね、そういう仲良しっていうのが伝わってきます。はい、いいですね。お相手のコンディションがすごくいいのかなっていうふうに思います。後からタロットカード使って詳しく見ていくんですが、今のコンディションいいんじゃないかなと思いますね。より良い関係性にしていきたいとか、またこのリメンバーのカードも出てるので、あなたとの楽しかった思い出を今でも大切にしているとか、過去にデートしたとかお食事行ったとか楽しい時間を過ごしたんじゃないかなっていうのも伝わってくるんですよね。なんか2人にとっていいことがあった、良い時間を過ごしたことがあるとか、そういうことも入ってきます。今心がとても落ち着いてるんじゃないかなと思いますね、お相手が。もう少し見ていきます。じゃあこのイエスノーカードでこちらにありますイエスノーでほぼ構成されています。こちらで年齢差、恋愛関係になっていくために年齢差はお相手の中で関係してきますかっていうことで、イエスオアノーを出していきます。はい、年齢差気にしますか。恋愛関係になるなら年齢差は絶対にそれはないですっていうのが出てきました。年齢ではありませんと。ではタロットカードで深掘りしていきます。2人の恋の近未来です。1ヶ月以内で見ていきます。
はい、では見ていきます。こちらジャンピングでジャスティスのカードが出てきたので採用しています。今回はこの2人の近未来の行方、1ヶ月以内の行方の他にも、お相手が年齢のこと以外で気にしていることありますかっていうことでここに出しています。ジャスティスもここに合わせてもらっていきます。で、気にしていることありますかって言ったら、おめでとうのカードが出てきてるんですね。はい、とても素晴らしいです。コングラチュレーションで、そして1ヶ月以内に2人の恋愛が始まっていく可能性が強いかなと思って見ています。または、良い関係性に、今以上に良い関係性として発展していくんじゃないかなっていう見込みがありますね。とても素晴らしい。で、お相手の方であなたを喜ばせたい、癒したい、良い気持ちになってもらいたい、嬉しいなとか楽しいなとか、そういう気持ちになってもらいたいなっていう気持ちがあるみたいですね。なので、例えばお声掛けがあったりとか、いつも頑張ってるねとか、お疲れ様とか、おやすみとかおはようかもしれないし、その一言がすごく嬉しいっていう風にあなたが感じたりとか、またはデート行きませんかとかっていうお誘いかもしれないし、連絡先教えてくださいとか、あなたにとっては嬉しいようなお声掛けがあるんじゃないかなと思うんですよね。心が温まるような。そしてこれ用意していますっていうのが出てきているので、お相手の中でお祝い事が近いっていう可能性もあるんですよ。お誕生日が近いからお祝いしたいなとか、何か頑張ったからあなたに対しておめでとう、頑張ったねとか、祝福してるよとか、いつも応援してるよとか、そういうことを言葉をかけたいとか、プレゼントを贈りたいとか、贈り物をしたいっていう気持ちがあるんです。お相手が気にかけていることなので、これね、マイナスではなくて、すごく良いこととして、良いことをあなたに届けていきたいっていうことをすごく意識してるのかなと思いました。で、それはおめでとうっていうカードが出てるからだけではなくて、こちらのカードも見ていて合わせて思ったんですけど、すごく良いね、気持ちの共有の仕方ができているというか、波長が合うと言いますか、今いい流れにいるんじゃないかなっていうのを感じてるからです。そのことに対しておめでとうっていうカードが背中を押してくれていて、お相手の中であなたと関係性を進めていきたい気持ちが盛り上がっていく、そんなことが言動として出てくるんじゃないかなと思ったんです。この1ヶ月以内です。じゃあそれっていつ訪れるんですかっていうのを見ていくんですが、それは1ヶ月以内なので、今これを見たタイミングで構いません。これを見ているのがこの動画投稿してリアタイで見ていますって方もいるかもしれないし、いやこれを見たのが11月12月とか、はたまた半年後の春先見ていますって方もいるかもしれないので、見たそのタイミングで構いません。見た時から1ヶ月以内で、これがね、チャンスが2回ぐらい訪れそうなんですね。細かく言うと、月の2週目と3、4週目っていう感じで、チャンスが2回ぐらい訪れそうです。ここは大いに期待してもいいんじゃないかなと思いました。で、恋の近未来の流れっていうのもエースのカードが3枚入ってきているので、物事が大きく始まっていく、そしてお相手の方から動いてくる可能性があるし、お互いが距離を詰めたい、縮めていきたい、っていう気持ちが強いので、どちらからともなくね、例えばあなたがずっと待っているとか受け身ですなわけでもなく、自然と会話が盛り上がっていって、じゃあ今度どこどこ行くみたいな感じで、自然とお互いそうしようそうしようっていう感じで、言ってしまえばノリで進めていくような可能性もあるんですけど、でもそれが自然体でとても良いんだっていう風に出てきているんですね。お相手の方であなたに癒しを届けたい、癒したいっていう気持ちもすごくあるし、もちろんあなたからも癒してもらってるからだって、優しい気持ちもらってるよっていうのがお相手がね、伝えたいこととして入ってくるんです。そして過去に良い思い出もあったし、喧嘩したこともあるしって、波があったんですっ
っていう方々にとっては、ここはお相手は良い方に変えていきたいっていうふうに思ってるんです。再生を表すカードでもあるので、このカードですね、もう一度良い関係を育んでいきたいとか、そういうことも言われてるので、もしね過去に喧嘩しちゃってとか、これからどうなっていくんだろうとか、そういうことを考えている方にとっては、ここは復活するチャンスですねっていうふうに出てきています。切っても切れない関係性といいますか、ご縁がとても深いお二人なんじゃないかなって思うんですね。だから喧嘩しても仲直りするとか、もう終わりだっていうふうに思わない関係性なんじゃないかなと思うんです。たとえ距離が離れてしまったとしても、いずれ巡り巡ってまた再会するとか、そのようなご縁を感じますね。運命のカードがここに入ってきています。そうですね、感覚的にそういう風に感じるんじゃないかと思うんですよ。なんでそういうこと考えるの？なんでそういう風に思うの？って人から尋ねられたら、なんとなくとか直感でとかっていう風に答えるんじゃないかなって思うんです。こういうことがあったから確信しているとかじゃなくて、自分の心がそう信じてるんだとかね、そういう風な理由付けでこのお相手と深いご縁を感じるっていう風にあなたが思われるんじゃないかなと思うんですね。コンパッションのカードも入っています。お相手とつながりたい、同じ思いを共有したいとか、優しい気持ちで2人寄り添っていきたいっていう、そういう気持ち、それを大切にしてくださいって、これアドバイスカードですね。好転メッセージなので、その気持ちを大切にしてくださいって、2人で楽しい気持ちを共有し合う、おめでとうってすごく素晴らしいことじゃないですかね。そのマイナスではなくてポジティブなことですよね。その気持ちを2人で共有し合うことっていうのがこれからの好転アドバイスです。そして新しく物事が始まっていくこともあるでしょう。今の現状とか過去においてうまくいかなかったとか、思った通りに進まなかった、なかなか進展してこなかったとか、そのような過去があったかもしれないし、現状もそうだっていうふうに思っている方いるかもしれないけど、これから変わりますね。なかなかパッとしないんだっていう方とか、連絡待ってるんだけどなかなか連絡来ないっていう方とかは、ここから一気に変わっていく可能性があります。あなたが動くから、お相手が動くからとか、どちらが動くからとかではなくて、お互いが動くからとか、お互いが変わっていくからって、この変化っていうのを自然に受け止めることができるからとか、自分の中でうまく浄化することができるからだよっていうのが入ってくるんですね。それはその気持ちのコントロールがうまくできるからとか、状態がいい、今自分の感情的に状態がいい状態っていう風に見てもいいと思います。お相手もそうなので、お互いいい状態で今向き合っているとか、向き合っていく、これから先近未来向き合っていくような流れになっていきます。もうすでに向き合っているような気がするんですけど、どうでしょうか。障害点のところにデスのカードが入ってきています。変化ですね。変化を促されています。状況とか環境かもしれないし、気持ちのリセットっていうこともそうかもしれないですよね。ネガティブなことを手放して、今その新しく始まっていくことに目を向けることっていうのも入っているのかもしれません。この大釜のカードもこちらのカードも同じく共通して言えるのは再生っていうことなんです。再生することによって、また再び歩み始めることによって、再び流れを良くすることによって、それがお互いにとって良い影響を与え合うことっていうのが出てきています。良い影響っていうのが、心が癒されるとか、よりクリアになるとか、より前向きな気持ちになれる、それを共有し合えるっていうような流れをもう一度生み出すことができるっていう風に出てきています。これが今障害のところで入ってきているので、変化を促していくっていうことが必要になってくるんじゃないかなと思うんですね。どちらからともなくお互いが動き始めていくっていうことが出てきています。物事が再生されていきます。止まっていたことが動き出していきます。なのでこの流れを止めることをしないでくださいっていうメッセージですね。お相手の中でも物事を決めていく段階にあるのかもしれません。
動かないものを動かしていこうっていう風に選択ですね、選択していこう、決めていこう、決めて動いていこうっていうような気持ちが盛り上がっていくような流れです。1ヶ月以内に何かしらのアクションがあるでしょうし、あなたの方からも、それを受け止めて自分からもこうしていきたいっていう風に思っていくような出来事が出てくると思います。早ければ1週間ぐらいで、遅くても 2,3 週間以内には物事が動き始めていくと思います。始まりのカードが3つ入っていて、あとじゃあ何に気をつければいいのかって言ったら、あなたにとって大切なもの、優先順位の区別をつけることだったりとか、もう一度自分にとって今です、この1ヶ月何に集中したいのかっていうことを、焦点を絞ることだったりとか、それは自分の気持ちに従って動くことを優先したいのか、それとも他に、例えば自分の生活を整えたいとか、環境の心機一転っていうのが入ってくるので、環境を整えることっていうのが今テーマとして掲げられてるのかもしれない。それでピンとくる方は、今一度ね、自分の環境を整理してみよう、それを1ヶ月間の優先順位高めとして目標を設定しようっていうふうに考える方もいるかもしれないので、何が今この1ヶ月間の間自分が優先していきたいのか、自分にとって大事だと思うことは何なのかってことを今一度確かめてみてくださいっていうのがアドバイスカードで入っていました。お相手の方からも動きあると思います。年齢のことについては気にしていない。そして例えばバランス取れていないことがあったとしたら、それは2人で歩み寄って歩調を合わせていきながらうまくやっていきたいよねっていう、そういう歩み寄りがあると思うので、それはちょっとした小さな一言かもしれないし、おはようとかね、おかえりとかそういう一言かもしれないし、でもそれがあなたにとってはすっごく温まるようなことなんだっていうのが伝わってくるので、大胆な動きがあるっていうお相手もいるかもしれないし、一言二言温かい言葉をかけてくれるとか、デートのお誘いがあるとか、様々お相手によってどんな動きかっていうのは変わってくるんですが、いずれにしてもあなたにとっては心温まるようなことがお相手の方からも出てくるし、あなたもしてあげたいって、お互いそういう気持ちが今出てきているっていうのがありますね。始まりのカード、この1ヶ月以内に何かが変わっていく、始まっていくっていうのが言われています。前向きに捉えてください。今、お相手の気持ち、本当の気持ちを知る機会が出てくるかもしれませんということで、はい、ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。ストレスっていうカードなんですね。ストレスを減らすっていうカードです。今ストレスに感じていることがあれば、それを手放してください。何についてあなたはストレスに感じているでしょうか。お相手とのことでしょうか、それとも自分自身のことでしょうか。今一番心の負担となっているものを軽くしていく作業をしていきましょう。癒しが必要です。またこれね、天からの導きのカードなので、あなたの方で例えば瞑想をすることによってより心がクリアになるとか、または自分自身でリラックスする時間持とうっていう風に生活の中で思えるかもしれません。ゆっくりとリラックスして心を解放させてください。そうすると不思議なご縁とか導き、エネルギーっていうのがあなたの周りにより一層バランスの良い形であなたの周りを取り囲んでいきます。ぜひこのエネルギーを自分の味方につけて、そしてお相手とこれからね、何かが明らかになるだろうって、お相手の本音かもしれないし、2人の関係性をもっとクリアなものにしようっていう風な動きかもしれないし、そうですね、お相手の動きを待つだけではなくて自分からも動きたい、そうやって物事が動いていくんだっていう近未来の様子っていうのが出てきていました。嬉しいこと1ヶ月以内にあると思います。今回は年下さんとの恋の行方、お相手年齢のことについて気にしているのかっていう答えと、じゃあそれ以外に気にしていること、今気にかけていること何かっていうことについても見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。
今回のテーマは年下さんとの恋の行方について見ていきます。年齢差についてあの人は気にしているのかどうか、今回ははっきりとイエスノーを出していこうと思います。よろしくお願いします。まずはトランスペアレント、こちらのオラクルカードをシャッフルして、この方の現在のコンディションについて1枚、そしてあなたへの好転メッセージ1枚もらっていきます。はい、それではカードを見ていきます。そうですね、お相手のコンディション、そしてこちらがあなたへの好転メッセージ、アドバイスとして出しています。まずこちらのカード、そうですね、クモの巣のカードと、お互いが今リラックスしているような、ゆっくりしているようなっていうのが感じられるので、ただしそのゆっくりとか静かに時が流れるっていうのはお互いにとって違うかもしれないけど、歩み寄ろうとしている気持ちとかっていうのは出てきていると思います。はい、そのゆっくりと過ごしたいっていうのはお互いのそのベースが違うかもしれない、原因というか、こういう理由だからゆっくりしたいっていうその理由がね違うかもしれないっていうのはありますね。ニュアンスが少し違うかもしれない。そのお相手の方で、例えば自分の心を静かにさせたい、落ち着かせたいからゆっくりと時を過ごしたいんだかもしれないし、あなたの方は孤独な気持ちを抱えながらもそれを何とかしようとして今その静かな時間を取りたいとか、リラックスする時間を設けて自分の心のネガティブな気持ちを取り除いていきたいとか、そういうことも感じられるし、あなたの方からは静かなんだけどどこか寂しさとか孤独っていうのを感じるんですよね。お相手の方は寂しいとかっていう気持ちじゃなくて、一人を楽しんでいたりとかっていうそういう気持ちもあるかな。そして、こちらのクモの巣のカードっていうのももう少し深く見ていきたい。絡み合うっていうのが伝わってくるんですけど、じゃあどんな風に絡み合っていくの、何について絡んでるのっていうことで、もしかしたらね自分の心の中のことで今絡まってることがあるのかもしれないし、逆にあなたと良い関係性を紡いでいきたい、絡んでいきたいってことを言ってるのかもしれないし、もう少し深く見ていきたいですよね。その前にまず年齢差についてどう思ってるのかってことで、あなたと恋愛関係になっていくとするんだったら今の年齢差気にしていますか？はっきりとイエスノーを出していきましょう。はい、見ていきます。イエスのカードです。年齢気にしています。年齢差のことで、そして今回はお相手が年下、あなたが年上っていうことで見てるので、年齢差自分が下だっていうことを気にしているっていうことですよね。はい、年齢差、恋愛関係になるんだったらっていうことです。じゃあなぜその恋愛関係になる時に年齢を気にするのかっていうところも気になるので、そこに対してタロット1枚出すことと、そして2人の1ヶ月以内の恋の近未来の流れっていうのも出していきます。はい、こ
こまでカードを出していきました。こちらのシャドウキャットのカードっていうのが、お相手が年齢のこと以外で他に気になることありますかっていう質問に対してのカードです。それが本音を見抜くっていうカードで、まだうまく伝えられていない思いがあるとか、あなたの本音を知りたいと思ってるんだけど伝わっていないとか届いていないっていうこと、本音っていうところに対して気にかけているっていうのが出てきています。そしてこちらの7枚のカードが、これから近未来1ヶ月以内の恋愛の流れとして見ています。そしてなぜお相手が年齢のことを気にしているのか、理由はどこにあるのかって言ったら、ソードの9で自分っていうのが入ってきます。お相手自身が気にしちゃうんだ、自分が悪いみたいな感じで自分で自分を責めちゃうんだって、なんかね、こう年齢が離れてることについて、または自分が年下であるっていうことについても、自分が悪いんじゃないかってどこかで自分の中でマイナスネガティブ思考からなかなか抜け出せないんだって。それはその年上の方が恋愛対象外なんですとかじゃなくて、この自分の中で考えちゃうんですっていうのが出てくるんですよ。あなたとの恋愛はないよねじゃなくて、自分に多分理由があるんだと思うんです。このソードの9っていうのは、自分で自分のことを責めすぎちゃうカードなんですよね。自分がこうだからとか、年齢に対してこうだからっていう、その年齢に対してなので、他の理由じゃなくて自分の年のことを気にしてるんですよね。自分の、あなたのじゃなくて、自分の年齢のことを気にしてるな、すごく気にしてるなっていうのが入ってきます。そんなに気にすることないんじゃないって周りの人に言われても、何かその年齢っていう、自分の年齢っていうところに対して考えすぎちゃっててっていう風に出てくるんですよ。そして気にしてて夜も眠れなくって、話しかけられなくって、本心も見せれなくってとか、本当はどう思ってるこう思ってるってことも素直に言えなくてっていうようなね、そういうことが伝わってきます。そして他にも気になることありますかって言ったら、いや本心ね見せられていないし、あなたの本心もまだよく分かっていないんですって、年齢のこと以外にもお互い気にかけていることあるんじゃないかなって思ってるっていうのが出てきてるんですよね。じゃああなたの方から何か本心をお相手に見せてるのか、あなたはどんな気持ちなのかっていうところで気になったので、タロットで追加していこうと思います。障害のところにカップの3番のカードが入っていて、これはそのお祝いとか乾杯とか喜ばしいことなんですけど、それを共有できていないのかなっていうのを感じたんですよね。あなたのお気持ちとしてカードもらっていきます。はい、この2枚でもらっていきます。まずあなたの今のお気持ちっていうところで、それは全てのことにおいて、お相手との恋愛のことにおいて、自分はその自分っていうのをね、誇らしく持っているし、自信も持ってるし、自信というかぶれない自分ってことですね。その自分の容姿に自信があるとか、そういうことではなくて、自分の心の強さっていうものをしっかり持っていって、この恋愛なんとかしてこの成就させたいとか、両思いになって交際っていうところまで持っていきたいなっていう諦めない気持ちっていうのが出てきているんですけど、一方でソードの8、自分自身で自分を縛っちゃう、制限つけている。それはなぜか、それは年上だからとか年齢を気にしてるからっていうことかもしれないし、またはそのうまくいかせたいっていう気持ちとは逆に、私なんてっていう風にね思ってしまうようなところが実はあるのかもしれないと。自分で本当は動けるのに動けなくさせてしまってるのは自分、なぜか自信がないだったりとか、自分の容姿について考えていたり、外見的にどうかなとか、このお相手に並んで歩けるかしらとか、そういうことを考えてるかもしれないし、または環境的に恋愛関係になっていくんだったら、今ちょっと制限あるよねとか、縛ってるような状態、自分が自由に恋愛できないようなそんな環境にいるってことを言われてるかもしれない。気持ちと裏腹に現状動いていないとか動けないとか、そういうことが出てきています。自分で制限をかけてるからだというふうにね、または制限の中にいる、囚われの身であるっていうことですね。もがきたい
なんとかしたいって気持ちはあるんだけど、現状はそうではないっていう風に逆の、カードが出てきましたね。だからその気持ち伝えたいんだっていう風に思っていても、じゃあ実際に伝え慣れてるんですかって言ったら、そこまで大きな動きとかお相手に気持ちを分かってもらえるような言動を起こしていないような気がします。またはしていたとしても、環境的にそれが認められないとか自由に発言できないような環境にいるような、そういう気もしました。そして障害のところにここですね、心よく遊べていないんじゃないんですかとか、まだそういう関係性になっていないとか、プライベートの中として友達として楽しい時間を過ごせていないとか、恋愛関係としてデートできていないとか、ここが障害になっています。これをできるかどうかっていうところですね。そしてあなた自身のコンディションのところを見ていくと、多分、誘われたらすごく嬉しいし乗っていきたいって思ってるんだけど、人によっては環境がそれを許さなくってデートできない、2人きりで会えない、なかなか時間取れないっていう方もいるかも、調整取るの難しいっていう方もいるかもしれないなとは思います。これがね、この制限が例えば自分に自信がないんですとかだったら、お相手から声かけてくれたら、その自信っていうのはね、自信ないってところはあるけど、誘われたから行こうっていう気持ちの方が多分勝つと思うんですよ。だから自分磨き一生懸命やって綺麗にしておしゃれして出かけようとか、ウキウキしていこうっていう風になるんですけど、環境的に制限がかかっている方っていうのはすっごく嬉しいんだけど、デートのお誘いその日ちょっと難しいとか、調整取るのがきついなとか、そういうことも一方ではあるかもしれないですね。仲を進展させる一つのステップなんですよ、このカップの3番っていうのは。今の関係性において、例えば友達の関係であればデートっていうところに対してできていないんじゃないかっていうことで、浅い関係性であればまず友達としてお二人の交際っていうのは始まっていないのか、そうなんじゃないかっていうふうに、このつながりですね、コミュニティです。うまくコミュニケーション取れていますかとか、そこに対してあなた自身でも考えるところがあるんじゃないかな、うまくいっていないと思うことがあるんじゃないかなとも思うし、それはお相手でも同じように、あなたとの仲を進展させるためにはここワンステップ踏まなきゃいけないところがまだ進めていないんじゃないかなっていうふうに思っています。これが障害として現れているところ。ただそのお相手の今の現状っていうのを見ていくと、ここね少し急降下してるんです。一時停止のカードが入ってるのと、少し前にチャリオットのカードが入ってるので、動いたんだけどそれが失敗に終わってしまったのか、それでひどく自分で責めているような流れになってるかもしれないし、または動いたんだけど思った通りの成果が得られなくてどうしようかなっていうふうに停滞しているっていう可能性があります。まず現状が一時停止っていうのが出てきてるので、うまく連絡取れないよ、または体調を崩してるっていう感じがするんです。ここの2枚がそれを伝えていますね。心の苦しさとか体調不良だったりとか、ちょっと前まで元気だったのに最近どうしたみたいな、そんな感じもするし、またはとらわれですね、情報にとらわれている噂話で、ひどくね落ち込んでいたりとか、あなたもそうですね、お互いが例えば SNS 上のつながりがあって、だけど他に仲のいい人がいて、実はその人の方がいいんじゃないかっていうふうにお互い思っていたりとか、他の異性のことでその絡みが気になるとかね、お相手も絡みっていうワードのカードを出しているので、あなたに絡んでいるものについて考えていたりする可能性もあるんです。または自分自身が囚われている、絡まっていてなかなか抜け出せないっていうカードです。そしてドリームリチュアルのオラクルだとこちらフロー、そしてこちらもお相手の方で静かな流れとか、そうですね、今その落ち着きっていうところのカードが出てきているので、その落ち着きっていうのがやっぱりこのお相手の中だと今体調を回復させるとか、今の現状をまず自分の気持ちや体のことですねを元気にしていかないと、ここから先やっていけないぞっていうところの意味で、まずは落ち着いた時間をとか、落ち着いたひとときとか休息とか、そういうのも出している可能性もあります。
そうですね、ここの3枚あたりを見ていると今ちょっと好調ではないのかなって、不調なのかなっていう感じがします。じゃあその不調っていうのはいつまで続くのかって言ったら、1ヶ月以内には回復するだろうっていう風にエンペラーのカードが出てきています。持ち直すだろうっていう風に、今の現状、たった今の今がうまくいっていないとか停滞しているとか、そうですね、どうしようかなっていう風に思ってるところであって、そこから盛り返していきます。そしてあなたに対する気持ちがじゃないのかって言ったらそうではないと。確かに気になるところとしては、本音っていうところでまだ見えていない、知りたいな、どういうふうに思ってるんだろうって様子を伺っていたりとか、また自分自身が本音を見せられないってことについて悩んでいたりとか、見せたいのか隠したいのか、そのどっちかかなとも思うし、本音っていうのを隠したまま、ね、本当はあなたと仲良くなりたいとかデートに誘いたいってことを胸に秘めたまま距離感を保ってお付き合い、表向きのお付き合いですねを続けていくのかもしれないし、ただ気力的にも体力的にも盛り上がっていく、体調を回復していくので、回復した後っていうのは近づいていくんじゃないかなとも思うしね。囚われていることっていうのは、年齢のこともこの人気にしているし、それは自分の年齢を気にしてるっていう感じです。例えばあなたと同じ年齢だったらよかったのになとかね、自分が悪いみたいな風に思ってるんですよ。もしあなたと同じ年代だったら、いろんなことできたのにとか、あなたのことを守ってあげられたのにとか、もっと強くいられたのにとか、自分に足りないっていうところをひどくね悲しんでいるような感じがするんですよね。経験不足だったりとか、早く追いつきたいと思ってるのにとかね、そういう風に自分で自分を責めてしまってるんですね。たとえあなたがそんなことないよ、年齢のこと気にしないでって声かけたとしても、しばらくは年齢のことについては考えるよっていうのが出てきています。はい、なのでね、それを踏まえつつ、かつその他にも本音っていうところに関して、本心っていうところに関して気にしているところがあるよっていう風に出てきているんですね。そしてあなたの状態っていうのも見ていきました。あなたも思っている通りにはなかなか動けないところがあるのではないかと。そしてこれからの流れなんですが、お相手回復していくと気持ち元気になって、体的にも元気になって、またあなたのところへ向かっていくとか、アプローチを再開するっていう可能性があります。距離が縮まっていくとか、少し前にお相手からの動きっていうのがあったんじゃないかなと思うんですよ。今とは全く違う。前は元気だったのになとか、前よく連絡取り合っていたなとか、ここ1週間2週間もしくは1ヶ月以内の間に連絡なかなか取りづらいな、どうしたんだろう、元気かなっていう風な状態で、そこからまた元に戻っていくっていうような流れです。で、連絡頻度ではなくて、お相手から最近声かけてもらってないなとかっていうことかもしれないし、前はちょっと動きがあったんですよ。元気いっぱいだったようなイメージがあります。少しの間休憩したい、休みたい、休息を得て英気を養ってからまた目標に向かって動いていきたいっていうのがあります。この1ヶ月以内に、このお相手から特に1ヶ月以内といっても1ヶ月の後半のあたりですの時に動きっていうのが出てくるんじゃないかなと思いますね。信用してほしいとか、自分を頼ってほしいとか、そう年齢のことはしばらくは考えるとは思うんですけど、でもその体調とか今現在の不調については乗り越えていくと思います。そして障害点が2人がこれから先一歩前進していくためにっていうのが障害点で入っています。そのために何かクリアにしていかなければいけないことがあるとか、動かなきゃいけないとか、伝えなきゃいけないことがあるっていうことをお相手も感じているし、あなたも感じているんじゃないかなと思います。恋愛関係になるんだったら、ここですね、ワンステップ踏んでいく必要があるなって、もう一歩距離を縮めていく必要があるなっていうことです。そしてそうですね、この縛りから抜けていかなきゃいけないとかね、また今なんでこうやって停滞してるのか、動けていないとか、停止してしまっている状態にいるのかっていう原因がはっきりと分かってくるかもしれません。そしてこの障害ですね、このワンステップ踏んでいきましょうっていうことに対しても、ここの対策カードです。お二人の中でゆっくりとでも
関係性を構築していこう、豊かなものにしていこう、もうすでに関係性がある程度構築されている方っていうのも、じゃあ次のステージへ向けてっていうことで落ち着いて取り組んでいきましょうっていうのが対策カードで出てきています。ペンタクルのクイーンのカードです。いいと思いますね。ここ障害乗り越えていけると思います。つまりデートできるとか、友達関係になれるとか、今よりも仲良くなっていける、しかもすごく楽しいカードなので明るい気持ちを持てるっていうことですね。希望を持てる、楽しい、一緒に話していて楽しいって思えるし、今止まってるからどうなんだろうって自分自身についても考えるところがあるからどうなんだろうっていうふうに思ってるかもしれないけど、楽しい時間これから育んでいけますよっていうふうに出てきています。この障害乗り越えていけます。そしてお相手も前向きに動いてきてくれる、情熱的に動くっていうワンドのナイトが入ってるので、気にするところはありながらもこの関係性に向かってお互いが育んでいこう、向かっていこうっていう気持ちはあるんじゃないかなと思っています。はい、なので、仲を縮めるチャンスっていう風に見てください。でも気になるのがこのお相手の今現在の状況ですね。少しお疲れというか横になってるので、体調が気になるところではあるなとは思います。シャドウキャットから出していきましょうか。あなたが何かお相手に現状についてしてあげられることとかあるかなっていうこと、本音を見抜くっていうね、他にも気にしてることありますかっていうカードで本音っていうところが出てきているので、それはこのワンステップ踏んでいけばだんだんとこの心がオープンになっていくので、この問題はいずれ解消されていくだろうっていうのが出てきていますし、今このお相手の現状について、または2人の恋愛の現状なので、停滞しているような出来事が出てきた、ある、生まれているっていう感じもする。そこに対してあなたが今何かしてる、やっていけることあるのかっていうところで1枚見ていきましょう。喜びの再会です。再会どうでしょう。ピンとくる方いますか？ちょっと前まで嬉しいこととか順調に流れていたこととかお相手からの動きとかもあったと思って、それが最近あれどうしたのかなっていう状態。何かできることありますか？喜びましょう。会えたことを喜びましょう。また再びね、元気になってよかったねとか、2人でお話できて、そして次の約束とかもできて嬉しいねっていうことをですね、再会っていうカードが入ってきました。一旦流れが止まってるんだけど、また動き出していくっていうことに対して喜び合いましょう。手を差し伸べていきましょう。支えてあげられることがあれば支えていくとか、話聞くよとかでもいいし、または2人の間でギクシャクしていることがあれば、そのギクシャクしていること、停滞していること、詰まっているものが取れて、順調に流れがまた進み始めていって、また会えたね、喜びでいっぱいだねっていう風な気持ちになるっていうことですね。つまりは取れていきます。停滞していることから抜け出していくでしょうっていうことで喜んでください。ここは素直に嬉しいよってことを表現してあげると、お相手もなお動きやすいのかなと思いました。はい、今のお相手にしてあげられること、喜びの再会っていう風に言葉が出てきています。再会っていうことでピンとくる方もいるかもしれない。なかなか連絡取れなくなっちゃった、最近会えていないとかっていう方はまた会えるよっていうことだし、停滞していることが動き出していくということです。ではアドバイスカードで好転メッセージのカードです。まずフロー、流れのカードが出ているので、流れに身を任せる、ゆっくりとリラックスしてこの流れに乗っていきましょう。で、今は停滞しているお相手がなかなか動いていない、例えば体調を崩しているとか連絡取れなくてっていう方は焦る必要はありません。回復するのをゆっくりと待ちましょう。ティータイムねしながらゆっくりとリラックスして心を落ち着かせていきながら流れていくのを待ってくださいって。そしてこちらのカードですね、フクロウのカードです。これが、一方では孤独感を感じる時があるかもしれませんと、あなたが
一人寂しい夜を過ごしていて、あの人は今何をしてるんだろうとか、あの時うまくいっていたのに今うまくいかなくなっちゃって、あの人はどうしてるんだろう、どう思ってるんだろうって、そんな夜を迎えるかもしれない。寂しい夜、一人っていうことに関して寂しさとか孤独感を感じることがあるかもしれないけど、そういう時ほどなるべくリラックスできるように、これ夜です。夜リラックスする時間を作りましょうっていうアドバイスカードです。自分自身で今課題として自分の中で感じていることもあるでしょう。ね、気持ちの通りに動いていけないとか、なかなか動くにあたって自信持てないとか、そういうことかもしれないし、でもそこに対してはネガティブに捉えすぎないでください。今動かないことも動き始めて回復していって、そしてこの2人が仲良くなっていく関係性を育んでいくチャンスっていうのが生まれてくるので、その時に流れに乗っていけるように、今孤独感を感じていても温めてあげて、いつでも流れに身を任せていけるように心の準備をしておいてください。今何かできることがあるかといったら再会、また再び2人は巡り合う、縮まっていく距離が、その時に喜んでいけるように気持ちを保っておいてくださいっていう、そんなメッセージです。そしてお選びいただいたオラクルカードからもアドバイスをもらっていきましょう。こちら、ご縁を育みましょうっていうメッセージです。そしてこのカードのメッセージが友情を表しているんですね。また指切りをしているので約束事とかも、当てはまります。なのでそのお相手の様子を見ながら、物事が動き始めたなって、回復してきたな、またばったり会ったなっていう時に話しかけて、次遊びませんかとか、またもう一歩仲を縮めていくためにっていうことで声をかけていくっていうのがアドバイスとして入っています。お相手の方から声をかけてくるっていう可能性もあるんですね。その時にいいよっていうふうに約束することもラッキーアクションの一つとして入っています。今すぐにお互いの本音をパッて全部見せられるようなわけではないと思うので、徐々にっていうふうにゆっくりと関係性を深めていってください。約束や友情ね、とりあえずまずはお友達からとか、そういうことで意識して動いていかれる方もいるでしょうし、友達から育んでいくこと、生まれてくるものもあるよっていう風に教えてきてくれています。でもうすでに友達関係だっていう方は、じゃあその2人きりで会うか会わないかっていうところについて流れていくだろうっていう風に捉えてください。あとこちらのカードっていうのがあなたの、知恵を今使う時ですよっていう風に出てきてるんですね。フクロウのカード、これはあなたの今経験や知識を生かす、そして乗り越えていけることがあるので、ゆっくりと心に余裕を持った時に自分の中で見えてくるものがあるかもしれない。よくよく考えたら、こうすればいいんだとか、こうしたら楽になるかもとか、心がリラックスできるかもって思うようなヒントが自分の中にあるよってことですね。自分の思考、考え方の中に答えが眠ってるので、思考をクリアにすればするほど未来がより明確に見えてくるかもしれません。このフクロウのカードも参考にしてください。今回は年下さんとの恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。年下さんとの恋の行方について見ていきました。今回はお相手が年齢のことについて、あなたと恋愛関係を育んでいくとするんだったら年齢気にしますか気にしませんかっていうことについてイエスノーを出していったこと、そしてお二人の1ヶ月以内の恋の近未来を基本的に見ていったことっていうのを2つに分けて今回見ていきました。そしてあとはお相手が年齢のこと以外に今気にしていることなんですかって、今意識を強く向けていることなんですかっていうことについても尋ねていきました。この1ヶ月の流れ、より良い流れになっていきますように応援しています。で、今回はこちらのシャドウキャットのカードを使って共通メッセージをもらっていきましょう。失礼しました。もう一度切り直していきます。共通メッセージでもらっていきます。
ではもらっていきましょう。Get Moving 始動です。物事が動き始めていくでしょう。はい、今飛び乗っていく、動くね、切り替わっていくってことで、パッと動くような出来事があるかもしれません。物事が変わっていくっていうことを今あらかじめ心の準備をしておくと、いざ物事が動き始めた時にそれを受け取りやすい、感じ取りやすい、キャッチしやすくなるのかもしれないから、アンテナを張り巡らせてくださいねっていうメッセージかもしれないし、今ピンとくる方で選んでください。心の準備をしておくこと、もしくはいざ何かがあった時にすぐ対応できるように準備しておくこと、または今あなたが動き始める番ですよっていう風に、今回4択でやっていて、それぞれの選択肢でどうなっていくのかっていうのが変わってきているので、それに当てはめて今お受け取りいただいてもいいんじゃないかなと思うんですね。あなたから動いた方がいいっていう結果になったよっていう方は、もうそのままあなたが今動く番だよっていう風に、この指導ですね、動くよっていうカードを受け取っていただいてもいいし、またはお相手の方から動いてきて、あなたは待つんだって、そんな結果になった方は今心の準備をしておくことっていうこと、物事が変わっていくんだなっていうことを感じてくださいねって、そういうメッセージでお受け取りいただいてもいいと思います。もうどの方も今回共通して言えるのは、動くんだ、物事は始まっていく、変わっていく、これから何かしらの変化っていうのが出てくるだろうっていうのが伝わってきます。じゃあっていうところで、デイリーリチュアルのオラクルから1枚またカードもらっていきましょう。追加でメッセージもらっていきます。はい、共通メッセージで1枚もらいましょう。落ち着きを表すカードですね。心を穏やかに保っておくことっていうのもポイントとして入ってきます。時期としては下限の月以降ですねがいいんじゃないかなと思います。物事が動き始めるのは下限の月から新月の間にかけて物事が動き始める可能性があります。もしくはナンバーとして6、9っていうのが入ってくるので、6または9のつく日、時間っていうのも大きくタイミング、物事が変わっていくようなタイミングになるかと思います。何かが変わったとしても落ち着いて対応していくことだったりとか、これ落ち着きさですね。自分の中で落ち着いた時間を持つことっていうのもラッキーアクションとして入ってくると思います。物事が動き始めていく、または自分から動いていくんだよっていうことと、プラス落ち着いた時間を持つことっていうのがアドバイスとして入ってきました。こちらもぜひお受け取りください。では今回のリーディングは以上となります。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。